うわ、すごい人。皆さんこんにちは、インドのゆりです。今日もインド現地からインドのリアルな情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはインドいきなり鉄道旅、デリーアムリトサル編途中下車バージョンをお届けします。イエーイ。少しまとまった時間ができたので、今回はですね、急遽2日前に今回のこの鉄道旅計画しました。もうめちゃくちゃ計画性がなくてバタバタだったんですが、皆さんインドの鉄道というともうこんな風に人があふれんばかりの光景イメージする方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。実は私も初めはそんな風に思ってました。ただインドの列車も全部がですねこうしたイメージというわけではなく、実は意外に快適、そしてリーズナブルだったりしてめちゃくちゃいいんです。インドの鉄道旅どんな感じなのか、今回はインド鉄道のあれこれたくさん踏まえながらお届けしていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。早速ですが、今回乗車するこちらニューデリー駅に到着しました。思った以上にめちゃくちゃ駅綺麗なんですよ。今回ですね、私は自宅がある最寄り駅から1時間ほどかけてこのニューデリー駅までやってきたんですけど、乗り換えとかもかなりですねスムーズでめちゃくちゃびっくりしました。周りにはやっぱりインドっぽくいろいろと力車だったり荷物持つよとか力車乗らないかというふうに声かけてくるインド人の方たくさんいらっしゃるんですけど、活気があるなという感じがします。今回私はデリーから北西に450キロほど離れたパンジャブ州の都市アムリトサルというところに向かいます。アムリトサルはパンジャブ州の最大の都市でパキスタンとの国境近くにある都市ですね。アムリトサルを最終目的地として途中チャンディガールという都市に向かいます。今回は全部で5日間の旅を考えているので楽しんでいただけたらと思います。まずはこれから鉄道に乗ってチャンディガールに向かいます。11番行きたいと思います。すごい天井青空が広がっててめちゃくちゃなんかかわいい。うわ、すごい人。うわ一番の前に到着。今回乗る12449ありました。14時36分、ほぼオンタイムで来てるようです。今掲示板確認したんですけど、きちんと今回乗車する列車来てますね。10分ほど遅れてはいるんですけど、ほぼオンタイムでやってきています。そしてこの掲示板の近くですね、こうした大きなファンがあって結構涼しいですね。なのでたくさんですね列車が来るまで口冒険しているインド人の皆さんもたくさんいらっしゃいます。ここで待っててもいいんですが、やっぱりですねもう近くホームのところに行って待っておきたいと思うので、早速中に今から入ってみようと思います。実はねちょっと人少ないのかなというふうに思ってたんですけど、結構人いらっしゃいますね。ただこれが早朝だったり深夜の時間帯になるともっともっと人がいると思います。なので人によってはですね早朝だったり深夜の時間帯を避けてこうした明るいお昼の時間帯に来ることをお勧めします。過去3回ほど鉄道を乗ったことあるんですけど、どちらもですね早朝と深夜だったんですね。で駅にもよるとは思うんですけども、めちゃくちゃ人がいてすごい怖いなっていう思いをしたので、今回はですねちゃんとお昼の明るい時間帯に出発する列車を選びました。では早速中に行きたいと思います。ホームに向かうまで大変だな。検査を終えて今ですねホームの方に向かっています。ただ人が結構多くて、もうホームに向かうまでもめちゃくちゃ大変ですね。早く列車乗りたい。みんな多くの
帰る人、そして向かう人たくさんいますね。私はこれから向かいます。結構こうして頭に大きな荷物を抱えながら飛んでいる方が向こうまでがめちゃくちゃ遠い。すごいいいエクササイズだ。多分ここら辺なんだけどな。そうだ、あった。449判断。こっちか。無事に今回乗るプラットフォーム3に到着しました。いや、めちゃくちゃもう道のりが遠かったので無事に到着してよかったです。乗車時刻の30分前にこうして到着できていて、あとはですね、列車がきちんと到着してくれるのを待つという感じなんですが、まだ少し時間があるのでホーム内いろいろと歩いてみたいと思います。今回先が管理があるということもあるのか、あまりそこまで人がいない感じですね。ざっとこんな感じです。こんな感じで私も車内でいろいろと何をやってこようと思います。すごい楽なもの。結構固めだ。Thank you. This is Panina. Thank you. 無事に長旅のお供マンゴテチとお水ゲットしました。こうして乗る列車が表示されていますね。この上のところにはそれぞれのクラスが表示されています。今回私は A1 の座席になるので A1 ってありますね。もうすぐで端っこだ。プラットフォームの一番端のところにはニューデリーというふうに書かれてますね。端から端まで歩いてみました。途中ですね、ちょこちょこ売店に寄ったりもしたんですけど、それでも10分15分くらいですねかかったかなという感じですね。もうかなり端から端まで長かったです。ここから見る景色もいい感じです。あと10分ほどで列車が到着するので、今ですねホームのところで待っているところです。インドの鉄道も日本の新幹線グリーン車だったり普通席と同じようにですね特急があるんですが、細かくどういう特急があるかというのはゆっくり車内で説明していきたいと思うんですが、今回私はエアコン完備の一番いい席にファーストクラスを予約しました。実は鉄道のチケットは日本と違って上の等級からですね売れていて人気があるというふうになっています。なので予約を開始してからほぼですねすぐ満席予約になるというふうにも言われているんですね。今回私が予約したのは昨日乗車する2日前なんですが、なんとですねファーストクラスの空き席が残り1枠というところで最後の1枠なんとか無事にゲットできました。今回はですねデリーからチャンカーレーの移動距離は266キロ、乗車時間は約4時間となっています。私が予約したのはファーストクラスなんですが、料金がなんと1155ルピーでした。久々にこの鉄道旅、本当に3年ぶりぐらいに来るので、もうどんな感じなのかすごくですねワクワクです。以前別のところからこうした電車乗った時にはですね本当に5時間だったり6時間だったり揺れることもあったんですけど、今回ですねチャンデラールに向かう列車に関しては本当にほぼオンタイムな感じで来てくれてますね。予
が予定時刻よりも20分過ぎてちょっとまだこなせそうなのでアイス食べながら待ちたいと思います。うまい。約1時間遅れでやっと列車が到着しそうです。あそこまで来てる。今無事にですね席にたどり着いて、同じ同室のApa nama Keh? Amit Kumar. Amit Kumar さんです。Your name Yuri. Hi. Thank you ね。これからですね約4時間の旅になるんですけど、快適にちょっといろいろとやっていきたいと思います。はい。一応この上のところが私のシートにはなるんですけど、たくさんこういった布だったり、あとは謎のこうしたチェーンも置かれてたりした。So this is, I think. ああ、そういうこと？ OK OK。Thank you。この上の席に今から登ってみたいと思います。ここが階段なので、ここを持ってこうやって登っていきます。よいしょ。あ、なかなか。おお、いい感じ。あ、普通にこれ寝れるな。下の段のこの車窓が見えるところの席、めちゃくちゃいいですね。なんか景色はインドなんですけど、日本の列車を思い出すかのような感じで、どこかなんか日本を感じながら旅できる気がします。チケット購入したんですけど、チケット自体は60日前から購入が可能となっています。チケットを予約する方法はいくつかあって、例えばインド鉄道のウェブサイトであったり、窓口での直接購入、あとは旅行会社経由の購入などですね。私は今回時間がなかったので、インド人の信頼できる友人に代わりに取ってもらいました。インドの鉄道列車には座席クラス、グレードがありますね。例えば寝台列車だったり、日本の新幹線のように座席タイプだったり、あとはエアコンのありなし、食事のありなしなど、 AC がついている寝台タイプだとグレードが上の方からファーストクラス、セカンドクラス、そしてサードクラスとなっています。基本 AC がついているこうしたクラスはですね、インド人のビジネス層であったり、あとはファミリー層が利用しているので、利用者層としてはあまり悪くないと思います。あとは私たちのような外国人もですね、こうした AC ついたクラスを使うことが多いです。なので今回私もですね、エアコンがついている中でもグレードが高いファーストクラスなんですが、飛行機のファーストクラスのような感じではないんですが、なかなか快適でめちゃくちゃいいです。ファーストクラスの特徴としては、個室で4つまたは2つの寝台が取り付けられていて、大人1人がゆっくり横になれるスペースがあります。
枕そしてシーツもあって、コンセントも完備。カーテンをすれば外からも見えず、内側からしっかり施錠もできます。シートがどこになるかというのはですね、本当に前日だったり直前までわからないんですね。なので今回ですね、私はジェントルマンなアミットさんという方と同じになりました。そして次にセカンドクラスですね。セカンドクラスは仕切りの中に4つ席があって、プライバシーのために仕切りでカーテンも設置されています。枕やシーツもあり、インドの19階級以上の人がよく利用すると言われています。サードクラスなんですが、このクラスは寝台が3台になっていて、カーテンの仕切りはなく、乗車数も増えるためかなり混み合っている印象ですね。インドの列車寝台タイプ以外にもシートクラスというのもあってですね、これが日本でいう新幹線の座席のシートみたいな感じですね。昼間の移動時には快適なシートだと思います。その他としてはスリーパークラスだったり、あとは座席不要のクラスなどもあります。ただこのタイプのシートかなり混み合っていて、乗車率はなんと 100% 超え、中には 300% 前後ということもあります。外国人にとっては決して清潔とは言えない場合も多く、物も取られる危険性も大いにあるので、特に初めて利用する人にはお勧めしないです。外国人の場合は安全性の高いファーストクラスからサードクラスをお勧めします。今回のはですね、そこまでエアコンはきつくないんですけど、結構女性の方だと、特に冷え性の方とかだとかなり冷え込んだりすると思うので、私はいつもこのユニクロのライトダウンジャケットを常備して持っています。軽いですし、いつでもですね体温調整できるので、女性の方には特におすすめです。長時間での移動で気になるのがやっぱりお手洗いですよね。お手洗いに関してももちろん車両にはよるかと思うんですけれども、基本的にはですね、こうした写真のようなトイレになっているので、あまり清潔とは言えないですね。なので乗車する前には必ずトイレを済まして乗車することをお勧めします。では到着までゆっくりと過ごしていきたいと思います。あっという間にチャンディガールに到着しました。すごい、本当に4時間なんてあっという間でしたね。今日のホテルはこのレールウェイステーションから10分ほど車で離れた場所に予約しているので、早速ホテルに向かって少し休みたいと思います。チャンディガールレールステーションは全然人がいないですね。時間帯だったりタイミングもあるとは思うんですけど、かなり清潔ですごくですね静かな感じです。ウェルカムって書かれてますね。なんか可愛い列車もある。まずは今チャンディガール駅の外に出たんですけど、鳥がとにかくすごいですね。めちゃくちゃピーピー、夜なのに鳴いてます。こちらじゃじゃーん、すごいやっぱりザ・チャンディガールという感じでですね、こうした彫刻が駅にも飾ってあります。この辺りについては明日からの旅行でですね、いろいろと説明していこうと思うのでお楽しみに。本日のホテルに到着。すごいエントランスがキラキラしてる。おー、
めっちゃ広い。わー、バスルームもめちゃくちゃいい感じ。無事にホテルにもチェックインできました。チャンディガールで今回初めて Uber も使ったんですけど、すぐにピックできましたし、何より Uber の車内がめちゃくちゃ綺麗でびっくりしました。今日泊まっているのはセクター17というところにあるホテルなんですが、このセクター17にはですね、カフェだったりレストランだったりがいろいろある中心地としても有名な場所なので、これからですね、軽くちょっと外に行ってご飯食べに行ってこようと思います。いやー、ピコピコー。ちょっとイタリアンが食べたい気分だったので、イタリアンのお店に入りました。そして、冷えたビアをキュッといただきます。最高。今回この動画ではインド鉄道の旅のありこりについてお届けしました。もちろんインドの電車いろいろとあるので、全部の電車こうだというわけではないんですが、少しでも今後のインド鉄道の旅の参考になると嬉しいです。インドの鉄道旅面白そう、やってみたいと思ってくださった方はこのチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。明日からはその大好きなチャンディガール探索、そして最終目的地アムリトサルへと続くので、ぜひこれからの動画も楽しみに待っていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今掲示板確認したんですけど、きちんとですね、今回寝るじゃなかった、どれだった平均台すると思うので、私はいつもこのユニクロのライトダウンだ。今無事にですね、カメラマンしてくれたアミットさんです。アミットさん、Thank you OK? Hi Thank you はいわ、すごい。ホテル来たらやっちゃうやつ。3、2、1。わあ気持ちいい。最高だ。Thank you。いろいろ来ました。嬉しい。ラビアンともちじゃん届きました。めちゃくちゃ美味しそう。いやトマトとニンニクとチーズがめちゃめちゃくちゃうまい。明日から楽しみだ。